皆さん、こんにちは。一般社団法人インナークリエイティブセラピスト協会代表の佐藤志人と申します。今日はこちら、一味異なるカードリーディングの方法、この方法をご紹介しようと思います。お時間にしまして6分、7分ぐらいでございます。どうぞ最後までご視聴のほどお願いいたします。さあ、今ね、カードって申し上げましたが、一般的にカードっていうと皆さんどういったものを連想なさいますか？例えばタロットカード、あとはインナーチャイルドカード、あとはセルフセラピーカード、そして色を用いたカラーカード、こういったものをね、ここではカードと呼んでみようと思います。そして今タロットカードね、挙げましたけれども、一般的に考えればタロットカードは占いに使うものです。ただ私、心理カウンセラーですので、今日はね、こういったカードをカウンセリングに生かすにはどういう方法があるんだろうということを考えていこうと思います。ポイントとしましては3つ。まず1つ目。暗記よりも引き出すこと。これが大事だよっていうのが1点目です。2点目。解釈には2つの方法があるよ。これが2点目。3点目。見え方の違い。ここにも着目しようね。これが3点目になります。さあ、ではまず1番からいきますね。暗記よりも引き出すこと。これが大事だと私は思っています。実際私ね、これタロットカードやインナーシャドウカード、いくつかの学校で学んだんですけども、大体ね、このカードはこれこれこういう意味があるんですよ。このカードはこういう意味があるんですよ。あとは色の場合もね、黄色にはこういう意味があるんですよ。これ覚えましょうね。このような感じで教わりました。この方法間違ってはいないと思うんですよ。ただ、カウンセリングで考えた場合は、引き出すこと、こちらが大事だと思っています。よくね、答えはクライアントの中にあると私たちカウンセラーは使うんですけども、そのクライアントの中にあるものをどうやってうまく引き出すのか、これがね、まさにカードでも使えるんだろうなということです。では一つ例で考えてみましょう。こちら、インナージェルカードです。皆さんどうですか？このカードを見て、どんな風に見えますか？悲しそうだなっていう風な見え方もできるでしょうし、楽しそうだなっていう見え方もできるでしょう。あとは特にそんなに何も感じないよっていうこともあるでしょう。同じイラストなのに見え方が違うのはなぜでしょう。これはやはりね、心理学で言うと、見る側の心の内側が投影されてるよ、このカードに投影されてるよってことです。例えば私がですよ、ドヨーンと落ち込んでるとします。こういう時にこのカードを見ると、やっぱり、なんかこれ塞ぎ込んでるよね、この人ね、っていうふうに見えるでしょう。また、すごく楽しいなっていう時には、この表情が楽しそうに見えるでしょう。これをね、うまく引き出すことができれば、その方の内面を引き出すことができたって言えませんか？まずね、覚えることよりも、相手の内面、クライアントさんの内面をうまく引き出すこと。このツールとしてカードってすごくね、便利ではないかって思っています。では2点目。2つの解釈ってあります。さあ、では今度はじゃあカラーで考えてみましょう。赤。皆さん、赤っていうとどういう印象をお持ちになりますか？赤。一般的に考えればね、前向きとか情熱とかエネルギーとか、進んでいくってイメージありますよね。これ大体世界共通、どなたに聞いても同じような答えが返ってくると思います。これを一般的な解釈って言います。ただ二つ目、個人的な解釈。これも、あり得ると思うんですよ。例えばじゃあ私がですよ、赤を見て、うわ、これね、気絶しちゃうんですよ。そっとしちゃうんです。あんまり好きじゃないんです。僕この色って言ったとします。さあ、ではこれをね、カウンセラーがですよ、それ間違ってますよって言えますか？そんなことありませんよね。あくまでもこれは個人的な解釈。そうしますとね、どうしてそういうふうに感じるんですか？これを聞いた方がよっぽどいいですよね。じゃあ私がですよ、いや、これね、赤って、僕ちっちゃい時に救急車で運ばれた記憶があるんですよ。学校に行く途中にちょっと怪我をしてしまって。で、その際にね、救急車に乗ったんですけども、お父さんもお母さんも誰もね、乗ってくれなくて、一人で行ったんです。すごくね、心細かったんですよ。だからどうもあれ思い出しちゃうんですよって言ったとしたら、
まさにその方のこれって個人的な解釈ですね。そしてそれがですよ、もし過去のトラウマのようなものであれば、うまく引き出すことができたのではないでしょうか。これ通常のカウンセリングでやるよりもですよ、案外カードでやった方のが引き出しやすいかもしれませんね。そして3つ目。では今度はタロットカードでやってみようと思います。さあ、これ、逆位置で出てきました。逆位置。これ、占いであればね、逆位置は逆位置のままで最後まで読み解きしますね。ただ、中にはね、クライアントさんがですよ、これ逆さまでなってますけども、こうやって見たらどうなるんでしょうね。時々こういうふうに、逆さまで見たらどうなるんでしょう。こういう質問をいただくときもあります。この時ね、私は、じゃあいいですよ。逆さまにしてみましょう。見え方何か違いがありますかっていうふうに確認をします。これね、占いであればね、こういう方法やらないと思うんですよ。でも私こういうふうに思うんです。この位置で出てきた。当然この位置のまま読み解きをする。これ大事なんですけども、ご相談者様が、これさ、どうしてなんだろう。こうやって逆さまで見てみたらどうなるんだろう。ちょっと見てみたいなって思うんであれば、その気持ち、その疑問に答えてみようって思うんですよ。そして、こうやって逆さまにしてみたときに、見え方に違いってもしあるんだったらば、この差なんです。このギャップに対してね、何かヒントがあるよってことです。それからもう一つね、よく私がやるのは、このカードの中、ちょっとじゃあ、ドラマのようにして見てみましょう。この話どんな風に進みますか。これ実際体験してもらうときがあるんですね。こういうワークがあるんですけども、で、このワーク終わった後、じゃあどうでしょうね。一番最初に見たときと、今このワークをした後と見え方何か違いがありますか。当然一番最初に見たときと、後に見たときと違いってあると思うんですよ。このギャップです、このギャップ。ここにね、何かご相談者様のお悩みや相談に対する答え、ヒントがあるんだろうなって思うんですね。さあ、今日はこの一味異なるカードということでね、3つのポイントからご紹介しました。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、失礼します。